先輩ジャパニーズカフェへようこそ。うさぴょむです。どうもゴリ先輩です。うさぴょむさん、なんだか今日はウキウキしてますね。わかる？だってね、今日のテーマ夏祭りなの。夏祭り、屋台がいっぱい並んでるやつですね。そうそう、浴衣を着て屋台を回って花火を見る最高の夜。いいですね。でも僕実はあんまり行ったことなくて。もったいない。じゃあ今日は初めてでも楽しめるように一から案内するね。お願いします。今日はメモしながら聞きます。その前に前回のおさらい少しだけいい？はい、前回は電話の応対の日本語でしたね。そう、かけ方受け方からビジネスの言い回しまでやったよね。キーフレーズは聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥でした。よく覚えてる。今日のキーフレーズも最後にお楽しみがあるよ。楽しみにしておきます。じゃあ本題。ゴリ先輩、夏祭りっていつやるか知ってる？夏7月とか8月ですか？正解。だいたい7月から8月にかけてあちこちで開かれるの。あちこち、そんなに多いんですか？多い多い。神社のお祭り、町内会のお祭り、大きい花火大会、種類もいろいろ。へえ、全部同じようなものかと思ってました。似てるけどね。共通してるのは屋台と人のにぎわいと夏の夜の空気。夏の夜の空気、なんかいい響きでしょ？昼間は暑いけど夜になると少し風が出て気持ちいいの。その中を浴衣で歩くわけですね。そう、それがね、日本の夏の醍醐味なの。醍醐味、良さの中心みたいな意味でしたっけ？うん、一番おいしいところ、本当の楽しさって感じ。今日はそれを全部見せる。頼もしい。じゃあまず何から？まずは着ていくものから、浴衣の話をしよう。はい、僕浴衣も持ってないんですけど大丈夫ですか？大丈夫。持ってなくても普通の服で全然楽しめるから安心して聞いてね。じゃあ浴衣の話。ゴリ先輩、浴衣って着物と何が違うかわかる？正直同じに見えます。見た目は似てるよね。でも浴衣は夏用の薄くて涼しいやつなの。なるほど、夏のカジュアルな着物。そういうこと。しかも着物よりずっと着るのが簡単なの。それは助かる。僕不器用だから。大丈夫。最近は帯まで最初から結んであるやつも売ってるよ。結ぶのが一番難しそうなのに。でしょ？だから初心者でも安心なの。あとは足元ね。足元、木のサンダルみたいなやつ。そう、下駄。カランコロンって音がして風情があるの。風情、雰囲気がいいみたいな。うん、その感じ。ただね、下駄って慣れないと靴ずれするの。痛くなるやつ。そうなの。だから絆創膏を1枚持っていくと安心。地味だけど大事な知恵ですね。でしょ？あと浴衣を着ると歩き方も変わるんだよ。歩き方、大股で歩いちゃダメとか。まさに、歩幅を小さくちょこちょこ歩くと着崩れしにくいの。着崩れ、服が乱れちゃうことですね。そう、せっかく綺麗に着ても乱れたら台無しでしょ？台無し、もったいないですもんね。だから上品にね。あと汗をかくからうちわを1本持つと便利。うちわ、パタパタ仰ぐやつ。そう、屋台で配ってることもあるし、あると涼しくて便利だよ。なるほど、浴衣思ったよりハードル低いですね。でしょ？無理して着なくてもいいけど着ると気分が上がるよ。服が決まったら次はいよいよ会場ですね。そうでね、大きいお祭りはとにかく混むの。覚悟してね。混む、人がいっぱいですか？いっぱいなんてもんじゃない。駅からもう人の波なの。人の波、すごい表現。本当に波みたいなの。前に進むのもゆっくり。それははぐれそうで怖いですね。そこ大事。友達と行くなら待ち合わせ場所を先に決めておくの。はぐれた時のために。そう、しかも分かりやすい場所ね。鳥居の前とか。屋台の前だとどの屋台かわからなくなりそう。まさにそれ。屋台っていっぱいあるから目印にならないの。なるほど、動かない大きいものがいいんですね。そういうこと。あと電波もつながりにくくなるから注意ね。電話も通じないんですか？人が多すぎるとつながりにくいの。だから口で約束しておくのが確実。アナログだけど一番強い。そうなの。あと迷子ね。小さい子と行くなら特に気をつけて。迷子、子供がはぐれちゃうこと。そう、手をつなぐか目立つ服を着せておくと安心だよ。なるほど、楽しむには準備も大事なんですね。
そう、準備しておけばあとは思いっきり楽しめるからね。じゃあいよいよ屋台ですね。楽しみ。そう、屋台、夏祭りの主役だよね。まず種類をざっと言うね。お願いします。大きく分けて食べ物の屋台と遊びの屋台があるの。食べ物と遊び。わかりやすい。食べ物はたこ焼き、焼きそば、かき氷。遊びは金魚すくい、射的、くじ引き。聞いてるだけでワクワクしてきた。でしょ？こういう道に並ぶお店のこと、露店とも言うよ。露店。露湯に店って書くやつ。そう、屋台も露店も大体同じ意味で使うから覚えておいて。了解です。で、こんなにあるとどう回ればいいんですか？いい質問。おすすめはまず一周見て回ること。いきなり買わないで下見する。そう、同じたこ焼きでもお店によって値段が違ったりするから。へえ、相場を知ってから買うわけですね。まさに相場、つまり大体の値段ね。それがわかると失敗しない。でも一周してる間にお腹空いちゃいそう。それもある。だから匂いに負けたらその時が買い時。匂いに負ける。わかる気がする。屋台って匂いで誘ってくるからね。ソースの匂いとか反則でしょ。反則。もう負けを認めます。それでいいの。楽しんだもん勝ちだから。じゃあ実際に注文してみたいです。どう言えばいいんですか？簡単だよ。まず食べたいものを指さして一つくださいで OK。 一つください。それだけでいいんですか？それだけ。二つなら二つください。三つなら三つください。一つ、二つ、三つ。数え方大事ですね。そう、屋台ではこの数え方が一番使うから覚えておいて損はないよ。お金は先払いですか？後払いですか？屋台はね、大抵先払い。注文してその場で払うの。なるほど。じゃあお金は手に持っておいた方が。そう、スムーズ。あと小銭を用意しておくともっといいよ。小銭、細かいお金ですね。そう、1万円札とか出すとお釣りがなくてお店が困っちゃうの。ああ、それは気まずい。でしょ？だから1000円札と小銭を多めに持っていくのがコツ。屋台って現金だけのことが多いんですか？多い多い。カードや電子マネーが使えないところもまだまだあるの。じゃあ現金は必須ですね。必須。これだけは忘れないでね。財布が空だと何も買えないから。確かに。それこそ目の前の焼きそばを見てるだけになる。それは切ない。だから行く前にコンビニでお金を下ろしておこはい。現金しっかり用意します。う。準備さえできてればあとは食べるだけだよ。じゃあ定番の食べ物行ってみよう。まずはたこ焼き。たこ焼き。丸いやつ。中にタコが入ってる。そう、熱々をハフハフ食べるのが最高なんだけど、一つ注意。注意。何ですか？中がびっくりするくらい熱いの。すぐ口に入れるとやけどするよ。ああ、中身がとろっとしてるから。そう、だからまず半分に割って少し冷ましてから食べるの。先輩の知恵だ。メモしました。次は焼きそば。これも外せない。焼きそば。ソースの匂いの犯人。犯人ね。あのソースの匂いにみんなやられるの。あれは抵抗できない。できないよね。パックに入れてくれるから歩きながらでも食べられる。でも歩きながら食べるの行儀悪くないですか？いい質問。普段はね、でもお祭りの時だけはみんなやってるの。お祭りは特別ってことですね。そう、無礼講とまでは言わないけど少し緩くなるの。無礼講。堅苦しさをなくすみたいな。近い近い。上下や礼儀を少し脇に置いてみんなで楽しむこと。いい言葉。でもゴミはちゃんと捨てないと。そこは大事。ゴミ箱を探すか袋に入れて持ち帰る。それが大人。楽しんだ後はきれいに。そう、マナーを守れる人はかっこいいからね。食べ物まだあるよ。暑い日に最高なのがかき氷。かき氷。氷を削ってシロップかけるやつ。そう、いちご、レモン、ブルーハワイ。色が綺麗で写真映えもする。ブルーハワイって何味なんですか？それね、みんな気になるやつ。正直はっきりした答えがないの。え？謎の味。そう、爽やかな青い味としか言えない。でもなぜか人気なの。青い味。深いですね。あとね、かき氷を早く食べると頭がキーンってなるやつあるでしょ？ああ、こめかみが痛くなる。そう、だからゆっくり食べてね。慌てると痛い思いをするから。了解。次は甘いやつ
まだありますか？あるよ、りんご飴。真っ赤でツヤツヤしてて可愛いの。りんご飴。りんごに飴がかかってる。そう、見た目が最高に可愛いから写真を撮る人が多いの。でもあれ、食べにくくないですか？丸ごとだと。鋭い。そうなの、大きいとかじるのが大変。口が飴だらけになりそう。なるなる。だから最近は小さいのや切ってあるのも売ってるよ。それなら食べやすい。でしょ？あとは綿菓子。ふわふわで口に入れるとスッと溶ける。綿菓子。綿飴とも言いますよね。そう、同じもの。子供に大人気だし、大人もつい買っちゃう。わかる。雲みたいな見た目に負ける。また負けてる。でもそれがお祭りの楽しさだよ。甘いのもいいけど、しょっぱいのもまだありますよね。あるよ。定番だとフランクフルト。串に刺さった大きいソーセージ。ああ、あれ。歩きながら食べやすい。そうなの、片手で持てるからね。あとイカ焼きもいい匂いなの。イカ焼き。イカを丸ごと焼くやつ。そう、醤油の香ばしい匂いがしてね。おじさんがうちわで仰いでるの。その匂いでまた誘われるんですね。そう、あとね、じゃがバター。ホクホクのじゃがいもにバターがとろっと。うわ、それは罪の味。罪深いよね。カロリーはお祭りの日だけ忘れることにしてるの。その割り切りいいですね。でしょ？あと子供に人気なのがベビーカステラ。小さくて丸くて甘いの。ベビーカステラ。一口サイズのカステラ。そう、袋にいっぱい入っててみんなでつまめるの。シェアできるのいいですね。でしょ？一人で全部は多いからね。分け合うのもお祭りの楽しみ。でもこんなに食べたらお腹いっぱいになりませんか？なるなる。だから少しずついろんな屋台で買うのがコツ。食べ歩きって言うんでしたっけ？そう。いろいろちょっとずつ。それが屋台巡りの醍醐味なの。さあここからは遊びの屋台。まずは金魚すくい。金魚すくい。紙のやつで金魚をすくう。そう、道具ポイっていうの。紙が貼ってあってすぐ破れる。ぽい。破れるともう終わりですか？そう、だからみんな真剣なの。破れる前にいかにすくうか。コツあるんですか？あるよ。水の中でポイを斜めに入れて金魚を横からすくうの。横から。上からすくうとダメなんですか？上からだと金魚の重みで紙が破れやすいの。だからそっと横から。なるほど。技術がいる遊びなんですね。そうなの、奥が深いの。上手な人は何匹もすくっちゃう。すごい。で、すくった金魚は持って帰れるんですか？帰れるよ、袋に入れてくれる。でもね、ここで大事な話。大事な話。なんだろ金魚って生き物でしょ？持って帰ったらちゃんと世話をしないと。う。ああ、確かに。すぐ死んじゃうって聞きます。そうなの、急に環境が変わるから弱りやすいの。じゃあどうすれば？水をいきなり全部変えないで少しずつ慣れさせる。それが優しさ。命を預かるわけですもんね。そう、すくったら最後まで責任を持つ。そこまで含めて金魚すくいなの。遊びだけど学びもある。いいこと言うね。まさにそういうこと。次は射的。おもちゃの鉄砲で景品を撃つやつ。射的。棚に並んだお菓子とか狙うやつ。そう、当たってもなかなか倒れないの。それがまた悔しいの。え？当ててももらえないんですか？当てるだけじゃダメ。棚から落とさないと景品はもらえないの。厳しい。じゃあ軽いものは倒れやすい。鋭い。だから上手な人は軽くて落ちやすいものを狙うの。作戦がいるんですね。そう。あとくじ引きも定番。番号を引いて景品が当たるやつ。くじ引き。一等は大きいおもちゃとか。そう。まあ一等はなかなか当たらないけどね。正当ばっかりみたいな。あるある。でもね、たまにおまけしてくれることもあるの。おまけ。少し多めにくれるみたいな。そう、子供が残念そうだともう一回いいよって人情なの。あったかいですね、屋台の人。そうなの。ちなみに値切るのはあんまりおすすめしないよ。値切る。安くしてって交渉するやつ。そう、屋台ではあんまりしないの。粋じゃないというか。粋。かっこいいみたいな。近い。さっぱりして洗練されてること。ごねるのは逆にダサいの。なるほど。楽しく買うのが一番粋。そういうこと。
笑顔で買えば向こうも気持ちよく答えてくれるよ。遊びの屋台、他にもありますか？いっぱいあるよ。子供に人気なのがヨーヨー釣り。ヨーヨー釣り。水に浮いた風船を釣るやつ。そう、水風船にゴム紐がついてて、小よりで釣り上げるの。小より。紙を細くねじったやつ。そう、これがね、濡れると切れやすくて、金魚すくいと同じで真剣になるの。また真剣なやつが。あと、スーパーボールすくい。カラフルな弾むボールをすくうの。スーパーボール。地面に落とすと高く跳ねるやつ。そう、金魚と違って生き物じゃないから気楽にできるの。確かに。命を預からなくていい。そうなの、子供も安心して遊べる。あと面白いのが型抜き。型抜き。どんな遊びですか？薄い板に絵の形が彫ってあって、その形をきれいにくり抜くの。くり抜く。割らないように外す。そう、針でちょっとずつね、きれいにできると景品がもらえるの。それめちゃくちゃ集中力いりそう。いるいる。息を止めて慎重に。まさに職人技なの。遊びなのにみんな必死。そこがいいの。あとお面屋さんも忘れちゃいけない。お面。キャラクターの顔のあれ。そう、おでこにつけて歩くの。あれをつけると一気にお祭り気分。わかる。子供たちみんなつけてる。そうなの。大人がこっそりつけてても可愛いよ。食べて遊んで、あとは何がありますか？お祭りの花、行くよ。まずはみこし。みこし。大勢で担いでわっしょいわっしょいってやつ。そう、それ。神様が乗ってると言われてるの。だからみんな一生懸命担ぐ。へえ。ただ担いでるだけじゃないんですね。そうなの。神様に街を見てもらうっていう意味があるの。意味を知ると見方が変わりますね。でしょ？わっしょいっていう掛け声も聞いてると元気が出るの。掛け声。みんなで声を合わせるやつ。そう。地響きみたいにお腹に響くの。あれは生で見る価値があるよ。生で。テレビじゃ伝わらない。伝わらないの。あの熱気はその場にいないとね。で、もう一つが盆踊り。盆踊り。櫓の周りでみんなで踊るやつ。そう。輪になって同じ振り付けでぐるぐる回るの。でも踊り方わからないですよ。大丈夫。見よう見まねでいいの。前の人の真似をすればなんとかなる。見よう見まね。見て真似して覚える。そう、上手じゃなくていいの。輪に入って一緒に回るだけで楽しいから。参加することに意味がある。まさに。踊らにゃ損損って歌もあるくらい。踊った方が得なの。踊らにゃ損損。踊らないと損だよって。そう、恥ずかしがらずに飛び込んだもん勝ち。それが盆踊りの醍醐味。そしてお祭りの締めくくりといえばやっぱり花火。花火。夜空にドーンって上がるやつ。そう、大きい花火大会だと何千発も上がるの。もう圧巻。圧巻。すごすぎて圧倒されるみたいな。まさに首が痛くなるくらい見上げちゃう。でもあれ、いい場所で見たいですよね。そこだから場所取りが結構大事なの。場所取り。いい場所を先に確保しておく。そう、人気の花火大会だと朝からレジャーシートを敷く人もいるの。朝から気合が違う。でしょ？まあそこまでしなくても少し離れた場所からでも十分綺麗だよ。無理して最前列を狙わなくてもいい。そう、むしろ少し引いた方が全体が見えて綺麗なこともある。なるほど。それに混雑も避けられる。そうなの。人混みが苦手な人は少し離れてみるのがおすすめ。パイルも混みますよね。混む混む。花火が終わった瞬間みんな一斉に帰るから駅がパンクするの。うわ、それは大変。だから最後まで見ないで少し早めに動く人もいるの。それも作戦。帰りやすさを取るか、最後まで見るか。そう、悩ましいとこ。でも私は最後の一発まで見たい派。わかります。最後が一番すごいって言うし。そうなの。フィナーレは空が真っ白になるくらい。あれは忘れられない。大きい花火もいいけど、手持ちの花火もいいですよね。わかってる。特に線香花火。あれは特別なの。線香花火。小さくパチパチするやつ。そう。火をつけると小さい火の玉ができて、そこから火花が散るの。地味だけど、なんか見入っちゃう。そうなの。しかもいつ落ちるかドキドキするの。落ちる。火の玉が
ポトってそうあれが落ちると終わりだからみんな息を止めてみるの。儚いって感じですね。まさにパッと燃えてスッと消えるその儚さが日本人は好きなの。散り際の美しさみたいな。そうそれ桜とちょっと似てるかもね。なるほど。短いから美しい。線香花火をやると夏だなーってしみじみ思うの。しみじみ、心にじんわりくる感じ。そう派手な花火の後に静かな線香花火、この落差がまたいいの。そういえばお祭りって音も独特ですよね。お、いいとこに気づいた。笛と太鼓の音あるでしょ。ピーヒャラドンドンってやつ。そうそれ、あれをお囃子っていうの。お祭りを盛り上げる音楽。お囃子、賑やかで心が浮き立つ感じ。まさにあの音を聞くとお祭りだって体が反応するの。条件反射みたいに。そう日本人にとっては夏の音なんだよね。あと花火の掛け声も面白いよ。花火に掛け声なんて言うんですか？玉やとか鍵やっていうの。大きい花火が上がるとみんなで叫ぶの。玉や、それどういう意味なんですか？昔ね、有名な花火屋さんの名前だったの。玉屋と鍵屋。へえ、お店の名前を叫んでたんだ。そう今で言う最高ブラボーみたいなものね。花火を褒める掛け声。面白い。じゃあ今度大きいのが上がったら玉屋って言ってみます。ぜひ。ちょっと靴っぽくてかっこいいよ。2、詳しい人みたいな。そう物事をよく知ってる人。玉屋って言えたら立派なお祭りそう。楽しい話ばっかりしたけど気をつけることも少し話しておくね。はい、安全に楽しむために。まず暑さ。夜でも人が多いと結構暑いの。人の熱気で。そうだから水分をこまめにとってね。熱中症になったら大変だから。熱中症、暑さで体調崩すやつ。そうフラッとしたり気分が悪くなったり無理は禁物なの。無理は禁物、無理しちゃダメってことですね。そう疲れたら人混みから離れて休むこと。楽しむための休憩ね。人混み、人がぎゅうぎゅうなところ。そうあとスリにも気をつけて。混んでると財布が狙われやすいの。釣り、こっそりお金を盗むやつ。そうだからカバンは前に持つ。後ろだと開けられても気づかないから。前に持つ、基本だけど大事。そうそれとはぐれた時のためにさっきの待ち合わせ場所ね。最初に決めておくやつ。つながってきたでしょ。準備が全部生きてくるの。安全があってこその楽しさだよ。ところでお祭りって誰と行くのがいいんですか？それはね、誰と行っても楽しいの。それがお祭りのいいところ。家族でも友達でも。そうカップルで行けばロマンチックだし、友達とならワイワイ楽しい。一人で行くのは寂しいですか？一人も意外といいの。自分のペースで好きなだけ屋台を回れる。確かに気楽ではある。でしょ。誰かに合わせなくていいから好きな花火をじっくり見られる。なるほど。一人だからこその贅沢。そうあとね、最近は写真を撮る人も多いの。特に浴衣姿。浴衣を着ると写真映えしますもんね。するの。提灯の明かりをバックに撮るとすごく雰囲気が出るのよ。提灯のあの暖かい光。そうオレンジ色でね、顔も優しく見えるの。だからみんな撮りたがるの。でも写真ばっかりだともったいなくないですか？いいこと言うね。そこ大事。写真も撮りつつ目でもしっかり楽しむ。画面越しじゃなくて自分の目で。そう花火の音とか匂いとか空気の熱とか、それは写真に残らないから。その場でしか味わえない。そうなの。だから半分は写真、半分は心のアルバムに。それがちょうどいい。ちょっと現実的な話いいですか？お金っていくらくらい持っていけば。いい質問。屋台って一つ一つはそんなに高くないの。だいたい300円から500円。へえ、じゃあそんなにかからないって思うでしょ。でもあれもこれもって買うとあっという間に2000円、3000円。塵も積もればってやつですね。まさに。だから2000円から3000円あれば結構楽しめるよ。なるほど。優先順位をつけた方がいいですか？全部はお腹にも財布にも入らないから。
まず食べたいものを一つ決める。僕なら焼きそばだな。いいね。それを軸に、あとは少しずつつまむ。それが賢い回り方。子供と行くともっとかかりそう。かかる。子供は遊びの屋台をやりたがるからね。金魚すくいに射的にくじ引き。そう、だからうちは1000円までって先に決めておくの。約束大事。予算を先に伝えておく。そう、じゃないとあれ買ってこれ買ってってキリがないから。キリがない、終わりがないってことですね。そう。でもそれも含めていい思い出になるんだけどね。使ったお金より心に残る。そうなの。お金じゃ買えない時間っていうのがお祭りにはあるの。そういえば日本には有名なお祭りっていっぱいありますよね。あるある。せっかくだからいくつか紹介しようか。一度は見てほしいの。お願いします。まずどこですか？まずは青森のねぶた祭り。大きい明かりの人形が街を練り歩くの。明かりの人形、すごく幻想的そう。幻想的なの。迫力もあって一度見たら忘れられないよ。次はどこですか？福島の阿波踊り。みんなで独特の踊りを踊りながら街を進むの。阿波踊り。さっき話した盆踊りの仲間ですか？近いね。もっと動きが激しくて掛け声も賑やかなの。見てても体が動いちゃう。参加もできるんですか？できるよ。踊りたい人は誰でも輪に入っていいの。それも阿波踊りの魅力。いいな。他には？京都の祇園祭り。これは歴史がすごく古くて、山車がそれはもう立派なの。だし、大きい引いて歩く車ですね。そう、豪華な飾りがついてて動く美術館なんて言われるの。動く美術館。それは見てみたい。でしょ。あとは大阪の天神祭り。船に乗って川から花火を見るの。川から。それは贅沢。贅沢でしょ。水の上から見る花火はまた格別なの。全部行ってみたくなってきました。でしょ。地域によってお祭りの色が全然違うから、旅行と組み合わせても楽しいよ。お祭りを目当てに旅に出る。それ最高の過ごし方だと思う。日本の夏を丸ごと味わえるからね。そういえばさっきからお祭りと縁日って言葉両方出てきますよね。お、いいとこに気づいた。縁日ってね、もともとは神社やお寺の特別な日のことなの。神様と得りのある特別な日。そう、その日にお参りするとご利益があるって言われてて。ご利益、いいことがあるみたいな。そうで、人が集まるからそこに屋台が出るようになったの。なるほど。だから縁日には屋台があるんだ。そういう歴史なの。今はお祭りとほぼ同じ意味で使うけどね。言葉の後ろに歴史があるって面白いですね。でしょ。こういう夏の風物詩を知ると日本がもっと好きになるよ。風物詩。その季節ならではの風景や行事。そう、夏なら花火、風鈴、かき氷、盆踊り、全部風物詩。聞いてると無性に行きたくなってきました。その気持ち大事。行かないと絶対後悔するよ。後悔。行けばよかったって。そう、夏ってあっという間に終わっちゃうから気づいたら秋なの。行こうと思って結局行かないまま。それが一番もったいない。で、その話が今日のキーフレーズにつながるの。じゃあ今日のキーフレーズいくね。ちょっと整理してみよっか。はい、お願いします。今日のキーフレーズはこれ。後の祭り。後の祭り。お祭りの後。そう、でも意味はね、もう手遅れ、間に合わないっていう意味なの。なんでお祭りが手遅れになるんですか？いい質問。お祭りって終わった後に飾りを出しても意味ないでしょ？確かに。祭りが終わってから準備しても遅い。そう、そこからいい時期を逃してもう遅いっていう意味になったの。なるほど。じゃあ使い方も教えてください。例えば試験が終わってから勉強しても後の祭りだよね。痛い。でも分かりやすい。もう一つ、売り切れてから買えばよかったって後悔しても後の祭り。それさっきの花火の話と同じですね。そう、まさに夏が終わってから行けばよかったって言っても後の祭り。だから今動くのが大事なんだ。そういうこと。後悔しないように思い立ったらすぐ行動。それが一番。後の祭りにならないように。よし、覚えました。
じゃあ練習。今日の言葉を使って一緒に一文作ってみよはい。どんな時に使えるかな？う。こういうのどう？予約しないで行ったら満席で入れなかった。後で悔やんでも何？後の祭り。正解。じゃあみんなも心の中で言ってみてね。せーのでいくよ。はい。声に出してもいいですよ。3、2、 1、後の祭り。というわけで今日は夏祭りの楽しみ方をたっぷりお話ししました。浴衣に、屋台に、金魚すくいに、盆踊り。もう行く準備はバッチリです。でしょ？今年の夏はぜひ近くのお祭りに足を運んでみてね。後の祭りにならないように。その通り。行ってきたよって報告、コメントで待ってるね。よかったらチャンネル登録もお願いします。また次回お会いしましょう。素敵な夏を。うさぴょむでした。